はい、哲也です。今日はね、トランプ・マコーネルに噛みつくというテーマでお話してみたいと思います。最近このチャンネルではトランプさんが共和党のキング的な存在になりつつあるという話をよくしていますよね。でも実はその点に関しては上院と下院とでは微妙な温度差があるんですよ。下院はケビン・マッカーシーという、どちらかといえば新トランプ派の院内総務が指揮を執っているので、トランプさんのコントロールが比較的効きやすいんですけれども、上院の院内総務はあれじゃないですか。そう2階に住むパンダハガーと言われているっていうか、僕が勝手に呼んでるだけなんですけども、ライノス、名ばかりの共和党員のゴンゲと言われるね、ミッチー・マコーネルさんですからね。マコーネルさんはことあるごとにトランプさんと対立し、時にね激しく逆らい、場合によってはね敵対政党である民主党と手を組むような動きを見せることもなきにしもあらずということでね、全く信用できませんよね。したがって少なくとも上院ではトランプさんとマコーネルさんが党内で綱引きをする場面が出てくるんです。今回もですね、民主党が提案したインフラ投資計画をベースに超党派で話し合うプロジェクトに共和党が乗るかどうかという話が浮上していました。ちなみに民主党発案のインフラ投資計画とは、道路、橋、公共交通機関、ブロードバンドインターネットなどに 1.2 兆ドル、約、日本円にしてですね130兆円という膨大な資金を投じるというものなんですね。この規模はねかなりでかいですよね。130兆円といえば日本の1年間の国家予算をはるかに上回る額ですからね、1.3 倍ぐらいになるんですかね。それほどの巨額な投資を行うということなんですね。しかしトランプさんは民主党発案のインフラ投資計画では国境は守れず、つまり国境整備に関するね予算配分が少ないということなんですよね。それと増税に結びつきやすくインフレを加速させ、そして結局米国経済がダメになっていくとして断固反対すべきだと主張していたんです。ところがマコーネルさんらは、たとえ民主党発案のインフラ投資計画であったとしても、それをいわば叩き台にしてしっかりと議論し、より良い計画にしていけばいいじゃないかと考えていたようなんですね。トランプさんは逆に同じインフラ投資計画を議論するなら、まずはしっかりとした共和党案を出してそれをベースに議論しろと言いたかったのではないでしょうか。いずれにしてもね、民主党案をベースにするかどうかでトランプさんとマコーネルさんの意見対立が生じていたんですね。そして7月29日にそのような超党派の取り組みに賛成するか反対するかの投票が行われることになりました。トランプさんはその前日の7月28日にご自身の政治活動団体であるセーブアメリカパック政治活動委員会のホームページにそれに対する反対意見を投稿しました。その要旨は次のようなものでした。共和党の上院議員がインフラに関するいわゆる超党派法案を作成するための急進左派である民主党の提案に賛成するなんてありえない。そんなことをしたらバイデン政権と民主党の勝利となり、2022年の中間選挙で大いに利用されるだけだ。それは米国にとっての敗北であり、共和党を弱く愚かに見せるのでやってはいけない。民主党案では国境は悲惨な状態になり、犯罪は増え続け、増税とインフレが更新し、経済は低迷する。共和党議員ならそれに反対せよ、さもないと多くの予備選が待ち受けることになるとね。最後のね、多くの予備選が待ち受けることになるっていうね、この表現がちょっとよく分かりにくいと思うんですけれどもね、どうでしょうかね。僕はですね、要するに賛成した議員の選挙区には対立候補というかね、刺客というか、来年の中間選挙においてね、対抗馬を立てるかもしれないぞと脅しているのではないかと思うんですね。そしてね、トランプさんがこのような厳しい声明を出した翌日、上院においてこの超党派で議論するプロジェクトを進めるかどうかに関して投票が行われたんですね。その結果はトランプさんの警告も虚しく、67対32で賛成票が反対票を大幅に上回り、超党派のプロジェクトが動き出すことが決まりました。これは結局共和党内でミット・ロムリー氏らを中心に17人ほどのトランプさんにとっての裏切り者が出たことを意味します。
トランプさんはこの投票結果を知った直後、先ほどのセーブアメリカパックのホームページに次のような趣旨の声明を出し、マコーネルさんに噛みつきました。ミッチー・マコーネルという弱い院内総務の下で共和党上院は敗れ続けている。マコーネルはアリゾナを失い、ジョージアを失い、選挙詐欺を無視し、戦おうともしていない。今、彼は民主党側に彼らが望むすべてのものを与え、それに対する何の見返りも得ていない。悪い取引をするくらいなら何も取引しない方がましだ。特別な利害関係者や急進的な民主党員のためではなく、アメリカのために戦え。ライノスが共産主義者の民主党と共にアメリカを破滅に追い込んでいるとね。もちろんこの超党派のプロジェクトに賛同したからといってこれからいわゆるディールが始まるわけですから、直ちに民主党発案のインフラ投資計画がそのまま法制化されるわけではないんですけれどもね。ですからね、これから共和党がある程度巻き返す余地も残されてはいるんですけれども、これまでね、超党派の上院議員グループ間の交渉を支持していたバイデン大統領にとっては、今回の投票結果は大きな勝利とみなされることになるでしょうね。実際バイデン大統領はこの投票結果を受けて直ちに次のような声明を出しました。今回の取り決めは我が民主主義が機能し偉大なことができることを世界に示すものだ。かつて大陸横断鉄道や州間高速道路で行ったように、我々は再びアメリカを大変革し、米国民のために新たな未来を切り開くことになるだろうとね。これはまさに高らかな勝利宣言ですよね。トランプさんはバイデン政権や民主党に今回のような高らかな勝利宣言をさせたくなかったのでしょう。そんなことをすれば来年の中間選挙に向けて民主党側に宣伝材料としていいように利用されるだけだからです。ところでこの選挙結果はまたトランプさんの大統領退任後の政策決定プロセスに対する影響力の低下を意味するとの見方も出始めていますけれどもね。果たしてどうなんでしょうか。僕は共和党上院においてはその院内総務であるミッチー・マコーネル氏との意思疎通があまりにもできていないことが原因だと思っています。民主党側はこれからもライノスの親分であるマコーネル氏をうまく活用しながら共和党の弱体化とトランプさんの影響力の減災を図ろうとしてくるでしょう。実際リズ・チェイニー前共和党会議議長も民主党は今がっちりと掴んでますからね、取り込んでるでしょ。ミッチー・マコーネル氏はチェイニー氏と非常に近い人物ですので、なおさら警戒が必要なんですよね。ソーバン・マコーネル氏の影響力を排除するにしても、まずは来年の中間選挙で上下両院とも共和党が過半数を制して大勝利することが先決でしょうね。さてこれからトランプ陣営はどう出るんでしょうか。ぜひ次の一手に注目することにいたしましょう。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。